は日モの48分の1スケール ME262A2A シュトルムフォーゲルの仮組みを行います。 ME262 ドイツのジェット戦闘機ね。そうなんだけども、日モのキットは戦闘爆撃機タイプなのだ。ヤーボってやつね。そうなのだ。日モの48分の1スケールは丸3の金型と日モオリジナルに分かれますよね。今回は丸3から引き取った金型みたい。丸3というと外国製品のオマージュでしょうか。 ME262 はリンドバーグのオマージュと言われています。モノグラムではないのね。リンドバーグが販売をしたのは1957年。68年前ですね。直近でも2014年に再販があったみたいなのだ。歴史がすごいわね。それで丸3がオマージュしたのは1963年みたい。丸3は50分の1スケールなのね。そうそう、当時は50分の1で販売していた。日本はメートル砲、欧米はインチ砲なので割りやすく設計しやすい50分の1にしたとか。国際スケール標準化前でメーカーが自由にスケール設定をしてたってことかな。それで日モからはいつ頃販売されたの？ 1971年頃みたいね。日モは48分の1スケールとしているわね。リンドバーグが48分の1スケールなので、オマージュがそのままであれば48分の1スケールは実は合ってるのかも。オリジナルのリンドバーグ版と日モ版の違いってあるんでしょうか？リンドバーグ版を持っていないのでウェブ上にあった当時の説明書での判断となりますが、ふむふむ。一番の違いはキャノピーかな。リンドバーグは分割キャノピーなのですが、日モはワンピースとなっているわけね。その他だとスタンドの形状が違ったりします。その他のパーツ構成は大体同じなわけね。このキットは様々な特徴があって、なんでしょう？まずは足回りが稼働する、中期もしくは飛行状態に変更ができる。昔のキットならではの稼働ギミックね。それと機関砲のメンテナンスハッチの開け閉めができる。飾る時に開けたくなりますね。さらにエンジン部分もカバーの開閉もできて中身を見せることができるのだ。モールドはどんな感じなの？凸モールド、凸リベットとなる。この頃のプラモデルは稼働ギミックや凸リベットが普通でしたからね。そうなのだ。ところで今回は戦闘爆撃機タイプとのことですが、 ME262A2A ってどんな軍用機なの？ ME262A2A は世界初の実用ジェット戦闘機 ME262 の戦闘爆撃機型。愛称はストルムフォーゲル。ふむふむ。1944年夏から実戦投入。初期生産型はほぼ全てが戦闘爆撃型として製造される。制空戦闘機として開発されたんじゃないの？有名な話ですが、とある方のご指示でそうなったとされている。初期の電撃戦は成功体験として残っていたのかしら？スツーカやハインケルなどの航空支援が貢献しましたからね。とはいえ現場の意見としては防空を優先するべきという考えだったわけね。そうなのだ。それで肝心の性能はどうだったの？ A1A は機関砲が4門なのに対し A2A は2門に減らして爆弾搭載量を増やしている。機種に500キロ爆弾が2個積めるのね。連合軍の前線補給基地、輸送路、橋梁、集結地点などへの奇襲攻撃に使用されたみたい。とある方の作戦通りね。ただ爆撃照準器が未熟だったみたいで、高速による命中精度に問題があったとか。地上目標に対する精密爆撃というより高速を生かしたヒットアンドラン戦法といったところね。性能は優れていたが生産数、燃料、熟練パイロット不足により大規模運用が不可能で戦局を変えるには至らなかった。生産数やパイロット不足が原因となると戦闘機型を優先していたとなりそうだけど、先進的な技術が政治的介入により戦術、配備が歪められた一例とされているのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは雷雲の中を飛ぶ ME262A2A シュトルムフォーゲルなのだ。背景にはサラマンダーが飛んでいますね。では中身を開けていくのだ。薄いブルーのランナーが6枚、透明パーツが1枚、スタンド、デカールが1枚、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。第54戦闘爆撃航空団第2飛行隊所属機、第51戦闘爆撃航空団第1飛行隊所属機となる。なるほど。部品点数は余剰パーツも含めて60点。部品点数に関しては48分の1スケールとしては少なめかしら。では日モの48分の1スケール
ME262 A2A シュトルムフォーゲルの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は座席のみ。今は切り出して終了なのだ。操縦席はシンプルなわけね。その他定期パネルもついている。モールド表現となっている。こちらは後ほど胴体に組み込むのね。そうなのだ。あ、パイロットはついているのね。操縦席の内容を考えると乗っていただいた方が良いかな。次は機関砲部分ね。機首に挟み込む機関砲部分の組み立てで全部で4パーツ構成となる。操縦席とは一転して細かい作りね。このキットは A2A のはずなんだけど機関砲は4門となっている。 A2A は2門のはずだけどね。次はエンジンの組み立てとなる。まずはエンジン内部の組み立てから。操縦席は簡素なのに。エンジン内部は全部で4パーツ構成。総発エンジンとなるので2個作る。次はエンジンカバーね。エンジンカバーは全部で3パーツ構成。メンテナンスハッチが開閉稼働する。なるほどね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。最初に機関砲メンテナンスハッチと前輪庫カバーを組み込む。稼働する部分ね。胴体貼り合わせ時に前輪も組み込むので先に前輪の組み立てを行う。いつもと順番が違うわけね。前輪は全部で4パーツ構成となる。前脚とタイヤ、カバーの構成ね。タイヤは焼きごてで止めるのだ。時代を感じるわね。組み込み終わったら定期パネルと機関砲、前輪を挟んで接着する。ふむふむ。次に胴体下部の組み立て。主脚庫部分ね。主脚庫は全部で4パーツ構成。主脚カバーが稼働する仕組みとなっているのだ。できたら胴体下部に取り付けね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールド、凸リベットとなります。リベットの主張が強めです。主翼はどうでしょうか。主翼にも主脚を組み込む必要があるので先に左右主脚の組み立てから始める。左右主翼に組み込むので2セット組むのね。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。主脚とタイヤ、カバーの構成ね。主脚ができたので主翼を組み立てる。ふむふむ。主翼は左右それぞれ3パーツ構成。主翼上下に主脚とエルロンを挟み込む。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールド、凸リベットとなる。胴体同様にリベットが強めに入っている。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右一体パーツ。垂直尾翼後方から差し込む。差し込んだらラダーを取り付けるわけね。次はクリアパーツや吊るし物なのだ。ふむふむ。まずは操縦席の組み込みを行うのだ。そういえば切り出したままでしたね。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。オリジナルのリンドバーグは開くのにね。そうなのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は細かいパーツね。右主翼に気筒管、胴体上部にアンテナを取り付ける。なるほどね。吊るし物に関しては皮下に爆弾2発を詰める。爆弾は左右分割ね。パイロンをつけて吊るすのだ。では終わりに総評なのだ。今回は日モの48分の1スケール ME262 A2A シュトルムフォーゲルの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。日モが販売をしていた時期には内容的に古いキットとなっていたのかな。いろいろなところが稼働しますね。意欲的な構成なんだけど稼働を重視した反面パーツの合いなどは悪い。なるほどね。このキットは一度作ったことがある。1993年ぐらいかな。近所の模型屋の棚の上の方にあったやつね。当時としては ME262 の48分の1スケールは珍しかったのかな。国内ではトライマスターとそれを引き継いだドラゴン、長谷川ぐらいかしら。修正などに手こずり難儀したのを覚えている。日モで最初に触った製品ね。厳密にはモーターライズの戦艦などを作ったことはあったけどね。その後に買ったハヤブサで驚くわけね。本当に同じメーカーなのかと思いましたからね。それぞれの金型の経緯を知らなかったからなんだけど今だとタミヤを選べば問題なしね。とはいえ本家リンドバーグも再販をしている。息が長いわね。クラシックキットに興味がある人って今でも結構いるのかもね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。